日本語ですでに知っていることを学ぶシリーズにようこそ。前回の数学のエピソードでは四則演算について学習しました。今日のエピソードでは小数について説明します。数字はこのようにピリオドを境にして整数部と小数部に分けられます。小数の読み方は至って単純です。整数部は今まで通りに読みます。一方、小数部は整数部を読み終わった後に点と言ってからその後に続く数字を一桁ずつ読んでいけばいいだけです。ちなみにこの点は小数点と呼びます。小数点から見て一つ右にある位は小数点第1位と言い、さらに一つ右に動くと小数点第2位、次は小数点第3位と呼びます。ただし場合によってはそれぞれ順番に10分の1の位、100分の1の位、1000分の1の位と呼ぶこともあります。また反対に小数点から見て一つ左にある位は1の位、その次は10の位、続けて100の位と呼びます。では小数の例をいくつか見てみましょう。 3.5、3、点、5、4.332、4、点、3、3、2、100.1001または 100.1001、100、点、1、0、0、1または100、点、1、0、0、1。ただし1の位が1や8の場合、若干整数部の読み方が変わることもあります。例えば 1.15、1、点、1、5。この場合、整数部の1は1と読んでも構いませんが、点とつなげて1点と読むのが自然です。18.66、18.66。ここでも同じく整数部の1の位にある8は8と読んでも問題はありませんが、8点とつなげて読むこともあります。また1秒以下の細かい時間の差を正確に計測して表記しなければならない陸上競技やレースにおいては小数点をコンマと呼ぶこともあります。さらに整数部が0の場合には整数部の0を省略してコンマ01秒などと小数部のみを読むことがよくあります。ただし日本では小数点をコンマではなくピリオドで表すことが一般的であるため、厳密には小数点をコンマと呼ぶのは間違いではないかと指摘されていますが、このように小数点をコンマと呼ぶのを聞く機会は多々あるため、参考にまでと思って言及しました。さて、小数には有限のものと無限のものがあります。有限小数は小数点から右に進んでいくとどこかで途切れる小数です。例えば9.12534 では小数点第5位にある4以降はどこまで右に進んでも0が続くので、この数字は有限小数と言えます。反対に無限小数はどこまで進んでも終わることはありません。例えば 1÷3 の小は 0.33333 というように3が無限に続きます。このように同じ数字が繰り返される小数は循環小数と言います。循環とはぐるぐる回って元に戻るという意味です。循環小数は繰り返す小数部の始めと終わりにこのようにドットを書くことで省略して表すことができます。しかしそれとは対照的に無限に続きかつ循環しない小数もあります。最も有名な例はおそらく π でしょう。π は 3.14 と始まり 159265359 というように無限に数字が続き、一度も同じ数字の並びが繰り返されることはありません。π のような循環しない無限小数は無理数と言います。無理数以外の数字は有理数と言います。無理数の定義には分数の概念が深く関連しているので、分数の授業でもまた無理数を取り上げることにします。また、より細かい数字の分類はまたいつか別の動画で取り上げる予定です。今日の授業はここまでです。また今度。